こんにちは、ゆうかです。本日は新千歳空港からお届けしています。今の時間は14時59分。前回大好評だった空港24時間企画の新千歳空港編ということで、今回もチャレンジしていきたいと思います。それではお邪魔します。この企画はフライトの遅延とか欠航で、もしも空港で24時間過ごすことになったら、そんな時に備えた訓練動画になっています。いつか役に立つかもしれないので、ぜひ最後までご覧ください。羽田空港編で一番多かったのが、新千歳でやってくださいってコメントだったんですよね。絶対過酷だけど、できるだけ楽しく過ごしたいです。それでは24時間空港生活スタート。新千歳は船の錨みたいな形をしていて、現在地がこの辺りです。最初は中心街のショッピングワールドに向かってみます。何回か来たことはあるんですけど、新千歳のプロってわけじゃないので、まずはどんなお店があるか詳しくチェックしていきましょう。無料で置いてあったガイドブックをゲット。この企画の攻略本みたいなもんなので、貴重ぐらい貴重な存在です。お、こんなところに記念撮影スペース発見。せっかくなので1枚撮っておきますか。24時間頑張るぞ。センタープラザの近くのショップには北海道のお土産がたくさん売られていて、海鮮の空弁なんかも充実しています。さすが北海道、レベルが高すぎますね。お客さんもかなり並んでて、ただいま海鮮が大変混み合っております。さらに奥に進んだこのエリアがスイーツアベニューといって、スイーツの専門店街になっています。北海道産ジャージー牛乳を使ったソフトクリーム、誘惑に勝てるわけもなく、ジャージーミルク味をゲットしてきました。わお、めっちゃ甘くて濃厚。この先まだまだ長いのでね、当分チャージすれば当分頑張れると思います。3階のグルメワールドにやってきました。この階だけでも50店舗以上のレストランがあるらしいです。ここ歩いてるだけでお腹が空いてきますね。ちょっと遅めのお昼ご飯でも食べようかな。海鮮はお昼ご飯にしては豪華すぎるし、スープカレーも美味しそうだけど、なんか違うな。北海道ラーメン道場、今の気分にぴったりの場所を見つけてしまいました。道内の人気ラーメン店が10店舗集合しているラーメン好きにはたまらないスポットです。それでは早速入門させていただきます。足を踏み入れた瞬間から美味しそうな香りが、この芳香剤欲しいくらいです。すいません。エビ塩一つ。はい。そのままと味わいのホテル選べ。どっちがおすすめですか？味わいの方が。じゃあ味わいでお願いします。ここからは本気のラーメンタイムということで、気合を入れさせていただきます。それじゃあいただきます。いや、これは違うんですよ。お腹を空かせてたうちの子のために、どうしても給油が必要だったんです。じゃーん、エビ塩ラーメン。スープも濃厚で美味しそう。麺は細麺か太麺を選べたんですけど、私は太麺にしてみました。果たしてどんなお味なんでしょうか。まずはスープから摂取。何これ、めっちゃ美味しい。一口目は豚骨、後からエビの風味が広がる感じで、冗談抜きで幻みたいな味わいです。これは行列に並んだ甲斐がありますね。
ちなみにこのエビそばは1杯1000円くらいです。良心的なお値段で助かりました。美味しすぎて給油が止まらない。まさに CTS ですね。カメラ前で止まらない酒。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しすぎてスープまで飲み干しちゃいました。お腹もいっぱいになったことだし、展望デッキに景色でも見に行ってみますかと思って向かってみたら、まさかの閉鎖中。冬期間は外に出られないらしい。これは大誤算でした。映画ターミナルの主人公の気分。気を取り直して国際線の連絡通路にあるスマイルロードというエリアにやってきました。このロイズチョコレートワールドは日本唯一空港内でチョコレート工場を見学できる施設なんだそうです。美味しそうすぎて私の中のウンパルンパが目覚めてしまいました。さらに奥に進むとサンリオのテーマパークまでありました。せっかくなのでここでも記念撮影。皆さんお忘れかもしれませんが、ここ空港です。この子はいいけど、ポムポムは飛行機で隣になったらちょっと狭そう。歩き疲れたのでちょっと休憩。今の時間は18時1分。まだスタートから3時間しか経ってない。よっぽい。体感6時間くらいいた気がしたけど、まだまだ先は長そうですね。あ、そうだ。確かショッピングワールドの4階に面白い場所があったんですよ。時間だけはあるので、早速行ってみますか。ということで、新千歳空港シアターで映画を見ることに。選ばれた映画は、じゃーん、ズートピア2。それじゃあ楽しんできます。いやー、面白かった。中は思ってた以上に映画館でしたね。近くに住んでたら飛行機乗らなくても映画だけ見に来たいくらいです。今の時間は20時25分。お店もだんだんと閉店し始めてて、あんなに混み合ってたセンタープラザもご覧の通りかなり人が少なくなりました。グルメワールドは20時くらいに閉まるお店が多いので、ここで夜ご飯を食べるのも難しそう。これは困りましたね。ちょっと作戦会議してきます。夜ご飯のお店を調べていたらとんでもない事実が発覚しました。どうやら新千歳空港には閉館時間があって、23時半から5時までターミナルが閉鎖されるらしいです。閉館まであと2時間。どうやって一晩過ごすか大至急考えないといけません。前回羽田空港動画のコメント欄で有力な情報が見つかったので、とりあえずそこの場所に移動中です。この先の出発口 F ジェットスターの近くにあるらしい。教えてもらったところを無事に発見できました。新千歳空港直結エアターミナルホテル。ここの紹介もしてると動画が超長くなってしまうので、宿泊動画は今週の土曜日に投稿したいと思います。お楽しみに。おはようございます。空港24時間生活2日目に突入しました。ここのホテルは窓から飛行機が目の前に見えてめっちゃド迫力でした。教えてくれた方に感謝。命拾いしました。
昨日から気になっていた市電通り食堂会を散策しにやってきました。ここには回転寿司や炉端のお店だったり、札幌市電の旧型車両のレプリカなんかも置いてあります。中に入れるみたいなので乗車してみましょう。まさか空港で電車に乗れるとは、なんか変な気分です。車内はこんな感じになっていて、昨日はここに泊まるのもありでしたね。意外な穴場。お昼は海鮮丼にしようかなと思ったんですが、値段を見て気絶しかけました。さすがにお昼に4000円使う度胸はないので、もうちょっとお手軽に食べれる美味しいものを探しに行きます。ガラク、和風だしを効かせたコクうまなスープカレーが人気なお店ということで、お昼を食べにやってきました。お値段は空港価格ですが、全部で9種類のスープカレーがあって、チーズや野菜も追加でトッピングできるみたいですね。じゃん、柔らかチキンレッグと野菜を積もってみました。ライスが無料でついてきたのは激アツ。それじゃあいただきます。実は入店するまでに1時間並んだので、結構ハードルが上がっております。果たしてお味はいかがでしょうか。めっちゃ美味しい。大人気なのは納得なお味です。私こう見えてスープカレーオタクなので、北海道に来たら毎回欠かさず食べてるんですよ。好きな食べ物が北海道に集結しすぎてるので、そろそろガチで移住するかもしれません。ちなみに今の時間は11時くらいなので、空港生活も残すことあと4時間になりました。前回も思ってたんですけど、体力っていうよりはお財布との戦いになってきますね。美味しそうなお店がありすぎて、暇さえあれば何か食べちゃうので、お金をあまり使わずに楽しめる方法を探してみようかなって思ってます。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。1時間並んだけど、めっちゃ大満足のお昼ご飯でした。ご飯後のお散歩がてら、まだ行けてないエリアを開拓してみようと思います。センタープラザの一番奥ら辺が結構面白そうなんですよね。ここはどさんこ産直市場。北海道各地から新鮮な魚介類が集まるエリアだそうです。ご覧ください。この美味しそうな生ウニ。ウニの誘惑に負けそうになったんですが、値段を見て手が折れそうになりました。どうしても海鮮をゲットしたかったので、最終手段、ガチャガチャで紙引きする作戦に出たいと思います。私こういうの案外当てちゃうタイプなんですよね。あ、食べ物じゃん。非常食にしよう。4階にあるゲームセンターアピナにやってきました。今の時間が13時50分。チャレンジ終了まであと1時間になりました。ラストはゲーセンで暴れ回りたいと思います。行ってきます。UFO キャッチャーなんて子供の遊びはしないですよ。ボクシングで爆食い分のカロリーをチャラにしてきます。パンチ力には結構自信あるんですよね。機械が壊れないか心配ですが、本気でやります。お待って、音出るのに失敗した。本気出そう。
よし、31。24時間チャレンジ達成できました。めっちゃ嬉しい。いやー、大変だったけど今回も楽しく過ごせました。最後にお土産屋さんに行ったので購入品を紹介して終わります。まずはこの空港コードマグネット、24時間達成記念に買ってみました。そしてもう一つは店員さんにご利用しされたお菓子、スノーサンド。これめっちゃ大人気らしいので、帰ってから晩酌じゃなくておやつにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価ぜひお願いします。じゃあバイバーイ。北海道寒すぎる。やばい、どっか置いちゃった。